しんちゃん、唐揚げ2つ。あ、こっちも頼むよ。はいはい。客席から飛んできた声に笑顔で答える。小料理や息を始めたのは母だった。10年前、病気で母が他界すると、俺は店を守るために脱サラを決意。以来、なんとか店を潰さないでここまでやってこられた。はい、ノブさん唐揚げ、レモン絞っといたよ。さすがしんちゃん、ありがとよ。それと、こっちはケンさんね。塩コショウ強め。おー、これがうまいんだよな。常連のおじいさんたちの好み通りの味付けで唐揚げを提供すると、二人ともとても喜んでくれた。いやー、最近はレモン絞る手が震えての。ちょっとノブさん、そんななりで何言ってんだよ。まだまだ現場が盛りだくさんなんでしょ。はははは、バレたか。その通りなんだよな。なかなか一線を退けなくてな。レモンが効いた唐揚げを入れ歯の入った口で頬張りながらカラカラ笑うのは常連のノブさん。工場現場の監督業は長いが、若手が育たなくて70歳を超えた今でも現場に居続けている。見た目はとても70歳には見えない、がっちりとした体だ。ケンさんもそろそろやめときなよ。飲みすぎたらお園さんに怒られるよ。この塩コショウがバチッと効いた唐揚げに熱感がとてつもなくうまいんじゃ。けど、お園が。俺、お園さんにケンさんが飲みすぎてたら注意するように言われてんだからね。ケンさんは奥さんのお園さんにぞっこん。68歳になるご夫婦は周りが冷やかすほどラブラブだ。その奥さんからケンさんの健康管理を頼まれているわけで。だから、それ以上お酒は出さないからね。わかったわかった。しんちゃんは息子より息子じゃな。この店は母が切り盛りしてきたこともあって、お客さんが地元のお年寄りばかり。今流行りの居酒屋というわけではないが、俺が一人で細々とやるにはちょうどいい。客席はたったの8席。だいたいいつも同じような顔ぶれが並んでいる。やっほー、しんいち、空いてる？かずみさん、いらっしゃい。どうぞ、こっち空いてるよ。そんな店に似つかわしくない若い女性がひょっこり顔を出した。やあ、かずみちゃん、今日もかわいいね。やだ、のぶさん、それセクハラだよ。でも、嬉しいから許しちゃう。常連さんとも顔なじみのこの女性は、一ノ瀬かずみさん。俺が会社勤めの頃からの知り合いで、地元も一緒なのを知らなかったのだが、店を継いでからもちょくちょく顔を出してくれる。そして、マジかよ、かずみ。こんなおんぼろ居酒屋で飯食うの？何言ってんのよ、勝手についてきたくせに。嫌なら帰りなさいよ。勝手にって、お前が一人で飯食うって言うから付き合ってやろうと。誰も頼んでないわよ、元彼にご飯なんて。和美の後ろから現れた長身の男性は大井誠二。確か和美さんの元彼というより婚約関係にまであった男だったと思う。私はここの料理が食べたくて限られた席数をゲットするために一人で来たのに、もうたまたま2つ空いてたからよかったようなものの。あ、しんいち、私いつものね。はいはい。大井さんは？俺が話を振ると、大井さんは一つも困ってなさそうな態度でにやついてみせた。は？お前俺のこと知ってんのかよ。マジかよ。有名人はつれえぜ。私があんたの付きまといが鬱陶しくて、新一に相談したのよ。なんだよそれ。別れた後もなんだかんだこうやって付きまとうじゃない。それはお前が本当に嫌がってないからだろ。やいのやりとりしているが、俺にはわかる。和美さんのこの表情は
心底めんどくさい時のものだ。とりあえず注文はわからないので、和美さんと同じものを用意することにした。彼女はいつもここに来ると、卵焼きに多めの大根おろしをつけて柚子胡椒をかけるのが好きなのだ。もちろんメニューには卵焼きとしか書いていない。この店に来るお客さんの好みに合わせたカスタマイズで料理を出すのは母のスタイル。はい、卵焼きと生ビール。大井さんはお酒は？なんだよ、押し売りか？あんた、何しに来てんのよ。ジョッキを豪快に煽りながら卵焼きを口へ放り込む和美さん。その表情がみるみる幸せに満ちた笑顔に変わっていく。これよこれ、最高。そんなに美味しいのかよ。信じられないという表情をしながら、大井さんも卵焼きを口へ運び、驚きの表情を浮かべた。それを見て、俺は思わずほくそ笑む。あ、そうそう新一、今日はさ、これ持ってきたのよ。え？そう言って和美さんが差し出してきたのは一通の封筒。中を開けると、和美さんどう？そろそろ腹くくったら？ニコニコ笑いながら2切れ目の卵焼きを頬張る。封筒に入った書類はお見合いの依頼書。はあ？お見合い？しかも和美の紹介ってことは一流女子じゃねえか。大井さんの言う通り、和美さんの紹介するお見合い相手というのは上流階級と言われる女性たち。社長令嬢はもとよりご本人が社長さんだったり海外の方だったり、とにかく俺には敷居の高い話なのだ。時々和美さんはこうして俺に縁談を持ちかけてくる。無理無理、こんな老いぼれ相手に客商売してるおんぼろ居酒屋のど底辺に和美の紹介する女たちが見合いに応じるわけもねえって。誠治、あんたね。まあまあ、はい、次これね。あ、もつ煮、もうこんな季節か。大井さんの言葉にヒートアップしそうだった和美さんの気配を察知して、すかさず俺は先週から提供を始めたばかりの冬料理、もつ煮を差し出した。彼女がこれをとても好んでいるのは知っている。途端に和美さんの表情が和らいだ。それにしても、一ノ瀬さん、まだ諦めてなかったんだね。当たり前よ。パパは執念深いんだから。執念って。和美さんのお父さんは株式会社オードリーの代表取締役。つまり、和美さん自身も社長令嬢なのだ。オードリーは俺が会社員時代勤めていた企業。一部上場のいわゆるエリートと言われる職場だったのだ。社長にはとてもよくしてもらった。俺が退職を決意した後も随分留意されたものだ。和美のパパさんはお人よしすぎんだよ。こんな先のねえやつに女紹介するとかどうかしてるぜ。少なくともあんたよりは随分とまともだけどね、新一は。はあ？お前本気で言ってんのかよ。大井さんはさらに小馬鹿にしたような態度に出る。いいか？俺はオードリーの対抗関係にある若葉コーポレーションの若手ホープだぜ。俺がお前とくっつけば一大市場が出来上がる。お前にとっても悪い話じゃねえだろ。私が？あんたと？冗談じゃないわよ。なんであんたみたいなやつと。そんなこと言ってて今に後悔すんぜ。次の人事で俺が栄転することはほぼ規定路線。なんつったって社運をかけた取引を任せられたんだからな。自信満々の大井さんは豪快にジョッキを煽った。何も聞いてはいないが、とりあえず出しておいた生ビールが好みだったらしい。社運ね。若葉もこんなやつに任せるなんて焼きが回ったものだわ。もつ煮の器が空になりそうだったので、そっと継ぎ足しておいた。それにありがと
とにっこり微笑む和美さん。そもそも私にはお見合いの予定があるんだから、あんたに構ってる暇ないの。は？お見合い？ちらりとこちらを見る和美さんに思わず目を見開いた。先ほどのお見合いの依頼書、きちんと目を通してはいないが、それでもわかる。おそらくお相手は和美さんなのだ。ここしばらく彼女が持ってくるお見合いの相手はずっと和美さん。なんやかんやと俺はそれを受けずにここまで来たのだが。へえ、そうかよ。そう言ってビールを流し込む大井さんの表情は何かを企んでいそうな意地の悪いものだった。和美、ここにいたのか。慌てた声が入り口から聞こえてきた。店中の視線を集めていることを気にも留めず、慌てて入ってきたのは大井さん。その表情は真っ青だ。あら、誠治、そんなに慌ててどうしたの？当たり前だろ。これが慌てずにいられるか。いつも通りビールを飲みながら卵焼きを食べていた和美さんはにっこり笑顔だ。どういうことなんだよ。うちの会社が。ああ、そのこと？当たり前でしょ。お宅の会社が契約違反をしたんだから。契約違反？息を切らせている大井さんに俺はそっと水を差し出した。それをひっつかむようにして一気に飲み干す。そう、私の縁談無理やり潰したわよね。あれはこんな土底辺とお前が結婚したらお前が不幸になるって。へえ、彼が土底辺ね。二人の会話に店にいた常連さんたちが大笑いを始める。そりゃあお前さん、相手が悪かったな。土底辺っていうのは君みたいな人のことを言うんだよ、若造。なんだよこのじじいどもは。健さんが、ノブさんが、そして和美がこぞって俺へ視線を向けた。彼、新一が誰か知らないの？は？お前につきまとってる土底辺の男だろ。つきまとってるのはあんたでしょうが。まあいいわ、と和美は立ち上がってカウンターのこちら側へやってきて、俺の腕に絡みつく。新一は、ニューバイヤー株式会社の代表取締役よ。は？ニューバイヤーって、外資系食品メーカー最大手の。大井さんの表情がみるみる青ざめていった。こいつが代表取締役だと？こんなじじいども相手におんぼろ居酒屋やってる土底辺が？お前さんな、わしらが誰かわからんのか。まあ、しんちゃんのことすら知らないんだから無理もないの。健さんがケラケラ笑いながら熱燗を煽っていた。ここにいるおじいちゃんたちはみんないろんな会社の社長さんや会長さんよ。あんたなんかよりよっぽど立場が上のね。そんな人たちが集うこの域は上の階級ではちょっと名の知れた名店。あんた誰を敵に回したのかしらね。和美さんが俺の腕をぐいっと引いた。大井さん、お客さんとして来てくれているのならまだしも、俺の大切な人に絡むのであれば、こんなものでは済ませませんよ。俺が凄んで大井さんを睨みつけると、一目散に彼は店を出て行った。おいおいしんちゃん、あんまり若いのをビビらせるなよ。ノブさん、俺だってまだ若いんですよ。いつも通りの雰囲気に戻った店内。俺の腕に絡みついていた和美さんの頭をポンポンと叩いた。後日、大井さんがひねりつぶしてくれた俺と和美さんの縁談。幾度となく寄せられた縁談を断り続けてきたのには理由があった。俺が
和美さんを幸せにできると踏ん切りがつくまで待ってもらっていたのだ。店が軌道に乗り、しっかり彼女を守っていけると決断をして受けた縁談だった。それを破談にしてくれたことに彼女は怒ったのだ。しかし、縁談という形にかこつけなくても、俺は彼女に正式にプロポーズを申し入れた。その結果、お見合いという形でなくても、彼女と俺は近々夫婦となることになり、オードリーとニューバイヤーは正式に親子関係になった。大井さんの会社は近いうちに買収するつもりだ。彼がそうと知らず喧嘩を売った俺という男は、彼にとってそれは恐ろしい男だったのだろう。俺としては和美さんと正式に夫婦になる手助けをしてもらったという感じなのだが、これを機に二度と姿を現さないでいてほしいものだ。